協力をお願いします。また、お買い物の際は、お客様同士の距離を。はい、こんにちは。今ですね、梅雨の雨の合間ですね。ちょっと今雨が上がっているので、急いでね、作業したいと思ってるんですけど、この大雨でですね、被害が出まして、被害というか、ちょっと問題が、露見しまして、うちっていうのは道路から見ると盛り上がっていて、それは非常にいいことなんですけども、この敷地内に降った雨がですね、やっぱり流れていくんですね。こう通ってですね、水がすごい勢いでこう流れるんですね。で、この小屋の床下の方にすごい勢いで入っていっちゃうまでになってしまったんですよね、前回。っていうか昨日ですね。昨日違うな、数日前の雨で流れていってしまうと良くないなということで、4メーターのですね、この塩ビパイプを2本買ってきました。考えているのは、その水がですね、そっちに入っていくのを防ぎつつ、このパイプを通ってですね、小屋の後ろまで持っていきたいなといったことを今考えてますね。だいたいこんな感じですね。こっちから見ると分かると思うんですけど、水の通り道を塩ビパイプで作ってあげようといったところなんですけども、この場合ですね、やんなくちゃいけないのは、勾配ですよね。高い方から低い方へと流れていくので、そのためにですね、まずは、ここら辺ですよね、掘っていって、ここら辺をいっぱい削ってですね、あっちの小屋の向こう側まで流していきたいんで、そうですね、掘っていったらここら辺を切って、ちょっと45度で曲げるのも買ってあるので、こっちにね、流していこうかなといったことを考えています。でこっちからね、見てもらうと、一応、これじゃわかんないですかね、勾配を多少ついてるんですけども、いい角度でね、掘ってあげて、水が流れるように、まずは掘削していこうかなと思います。床下に水が入っていかないように塩ビパイプをぴったりとつけようかなとも思ったんですけど、やっぱりね、床下っていうのは風が通った方がね、いいというふうに言うので、それはちょっと、ぴったりね、塩ビパイプをここにくっつけるっていうのはやめようかなと、今のところ思ってますね。ここら辺ですかね。よいしょ。これね、笹の根ですよ。この後ろの方まだね、取り切れてないんでね、出てくると。これ出ましたね。こういうのが、笹の根、本当にね、抜くのが大変なんですよ。これが、うちの敷地内にはね、びっちり、全ての場所ですね、びっちり生えていたんでね、最初はこれを抜くのが本当にね、大変でしたね。そこから始まりましたね。で、ユンボを書いて全部掘ったんですよ。でも、やっぱり 100% 取り除くっていうのはね、難しいですね。よいしょ。はい、途中経過ですね。ここに水受けが来るんですけども、水がですね、すごい勢いで来るんで、レンガで水の流れ道を作ってあげて、ここに、集まるように、レンガで少し形を作りました。でこの水受けがここに乗るんですけども、よいしょ。こんな感じですね。で、ちょっと後ろから見てもらえますかね。排水のパイプ、ここからじゃあんま見えないですかね。塩ビパイプで穴開けて、刺してみたらどうかなと思っています。それとですね、合わせてですね、この薄いタンクのこのオーバーフローですね。もう水が入りすぎてしまった場合に抜くオーバーフローのパイプなんですけども、これもですね、穴開けてですね、ここに刺せるようにしてみようかなと思っています。そうすればね、ここら辺はもう、水浸しになるってことがね、かなり軽減するんじゃないかなと思うんですよね。この土流でね、開けていきたいと思います。ちょうどいい大きさでね。で、一回下穴開けてます。よし、開きました。この入り口のところですね、網戸のですね、網ですね。これを、これジョイントのつなぐやつですね。これで、よし。どうですかね、こんな感じで。シンクの排水ですね。この排水のドレインパイプがうまく入るかといったところですが、なんだろう、場所的にどうやって選べばいいんだろう。
ここら辺に、まあ、刺しやすい場所、ここら辺にね、穴開けて、よいしょ。で、今度はさっきのとは違って、こういったね、だんだんと大きくなっていくドリルがあるんでね、これでいきましょう。これじゃ入んないですかね。普通のホースだったら入るんですけど、これちょっと太いですね。無理か。すごいね、いっぱい入ってるんですよ。いろんな大きさに対応してると。で、今、これでちょっと足りなかったので、やっぱりこれを使わざるを得ない。これどうですかね。これ良さそうですね、一番ちっちゃいやつ。で、これをつけてね、じゃあ、またやっていきたいと思います。勾配が、よいしょ。そうですね。いいですね。こんだけあれば流れますね。ちょっと一回水流してみますね。ここから出るかな。お、来た。ちょっと中の泥出しました。流れますね。とりあえずシンクの水は出ます。で、この4メーター2本買ってるんですけども、つなぐための、なんていうんですか、これ、アタッチメント。こういうのがあるので、普通接着するんですけど、メンテナンスのためにね、外せた方がいいんで、今回僕は、接着せずにですね、やりたいと思います。で、よいしょ。まあ、こうつながるんですが、途中で切らないといけないですね。いいところ見て、こういったですね、塩ビパイプを切る専用のノコギリみたいなのがここにあるので、これで切っていきたいと思います。で、一応ですね、今考えているのが、こういった45度エルボっていうのがあるので、だいたいここら辺でね、曲げたいなという考えなので、ここら辺で切りましょうかね。ここで合わせたいので、ここまで入ると、ここですね。よし。切りますよ。失敗してもまたジョイントがありますから。切りましたね。ちょっとこう削る必要があると思います。よいしょ。が、ちょっと一旦やってみますか。ちょっと後で掃除してからまたやりますね。今仮で、ちょっと一旦やってみます。どうかな。もうちょっとあれだな。やっぱりもう少し削らないとダメですね。あとちょっとですね、頑張って。ここがね、ちょっと当たっちゃうんで、ここら辺をもうちょっと折ります。全然流れない。あそこにね、メッシュを、良かれと思ってつけたんですけども、あれのせいですかね、全然流れが悪かったですね。それメッシュ一回取ってみます。メッシュを取りました。ちょっとね、なんか虫とか入ったら嫌だなとか思うんですけど、一回やってみますね。はい、いいですね。アウトないでは大違いですね。全部こっち流れていったんでね。時間も時間なんで、そろそろ終わりにしますが、で全部終わったらね、これも土かぶせて埋めちゃいます。そして、出てますね。ちゃんと勾配つけたんで、ちゃんと出てますね。で、ここも、また、もう少しね、あるんで、ジョイントをつけて、ここもね、つなげたいと思います。今ちょっと部品がないんでね。で、ここまで持っていって、でもここから先は低いので、こっちの方にね、逃がしてあげようかなと思います。とりあえずね、思ったようにできてよかったなと思っています。あとは実際雨が降ってどうなるかですね。さっきね、穴開け方失敗したんですけども、これがね、怪我の巧妙というか、ここでちょっとこうロックできるようになったんですよね。で、普段は上にしとけば漏れないんですけど、
オーバーフローしたいなっていう時はこう曲げてあげるとスーッといくので、まあ普段はねちょっと上に向けておこうかなと、思います。非常に便利になりましたね。今まではなんかここ一生懸命こんないろいろね駆使してこっちに流していたんですよね。もっと早くにやっておけばよかったなと思います。これでねうちも水浸しにならずに済むのかなと思います。